ってらっしゃい。チェル待って。チェル走ったらあかん。乗られへんで。乗せてもらえないよ。そんな席取ってないから。I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. はい、帰ってきました。オープニングにあったみたいに家族で宮古島に行ってきました。で、コラボ撮影もしてきたんですけども、コラボ撮影は失敗しました。素潜り漁師の高田さんと出張料理人の鉄星さんと一緒に撮影させていただいたんですけども、ちょっと失敗してしまいました。なんかね、結構でかいこれぐらいのゲンナーっていう魚、イラブチャーみたいな魚を血抜き味付けしたんですけども、失敗しました。前も生きたブダイ、和歌山産のブダイを買ってきてやった時に血抜きはできたんですけど味付けに失敗して、ブダイは難しいなと思ってたんですけども、まさかのコラボで失敗してしまいました。近々ね、また時間作って宮古島に行ってリベンジしてこようと思います。で、今回もまたちょっと没動画になるかもしれない動画なんですけど、今回の食材はアワビです。アワビで、実はアワビは2回失敗してて、いつも行く魚屋さんで130ぐらいのアワビ3つ買ってきてちょっと味付けしようとして失敗するっていうのを2回やってます。だからアワビ6個を無駄にしてます。まあ無駄って言っても全部食べてますけどね。で、今回もし成功しても失敗しても、もうアワビの動画はしばらくやりません。てかもう貝をしばらくやりたくないですね。貝は難しすぎます。じゃあちょっと開けていきましょう。で、これは島根県の隠岐の島で素潜り漁師をやってるガクさんに送ってもらいました。ガクさんは素潜りで水中銃で魚をついたり、素潜りでアワビを取ったりして活動している漁師さんです。おお、めっちゃでかい。すごいぞこれは。ででん。やばくないですか。めっちゃでかい。冷た。絶対生きてますね、これは。じゃあやっていきましょう。何アワビっていうんかな。メガイアワビかマダカアワビかどっちかですね。どっちかわかんないんですけども、ここが口ですね。このクラスになると殻が簡単に割れないんで、もう外してやっていこうと思います。それでは始めていきましょう。すごい柔らかい。オッケー。外れました。で、この貝柱の部分の下、ここが心臓ですね。これが心臓。で、ここから2本のエラが伸びてます。エラはどんなのかっていうと、これですね。これがエラ。こっちにもエラがありますね。一番最初この心臓からカニュレーションして醤油入れたんですよ。そしたらやっぱりエラを醤油が超えれなくて、ここの内臓だけが醤油に染まったんですよ。これね。ここはもう簡単に入るんですけど、それ以外のところが全然入らなくて、ここうっすら見ると、こう筋が縦にバーッと入ってると思うんですけど、これ血管なんですよ。
でアワビの血管図とかいろいろネットで調べたんですけど、この周りにはかなり細かく血管が入ってるんですけど、ここの筋肉、貝柱の部分にはあんまり血管が入ってなくて、ひょっとしたらここに味をつけるのは難しいかもしれないです。けどまあ一番ついてほしいのはここなんで、ちょっとやっていきましょう。ちょっとエラが見やすいようにこのビラビラを取っていきます。やっぱめっちゃ太いな。血管が太い。いけそうな気がする。ちょっとね、なんかだし入れたり、ポン酢入れたり、なんかいろいろ考えたんですけども、もうシンプルに醤油だけ入れます。一番迷うのがどっちのエラに入れるかなんですけど、ではまずこの細い方のエラ、ビラビラの間に太い血管が走ってます。ここに入れていきましょう。空気はできるだけ入れたくないので、先に中に醤油を通しておきます。OK。こんだけ太かったら入るやろ。この辺に切り込みを入れます。で、それでも入らない。もうちょっと太いところを切っていきます。ここの辺でいこうか。これでも入らんのか。ちょっと細い先に変えます。入りました。ちょっとね、手で押さえながら入れていきます。味付け開始。なんかこう心臓のところに入っていってますね。この辺りにもなんか入っていってる跡が見えます。身の方には行ってないですね。これどっから出てきてるのかわかんないですね。こっちから 20cc 入れました。おそらくこう入ってますね。この辺にも入ってる気がする。最初こんなんなってたっけ？ここ。念のためもう 20cc こっちに入れます。入れていきます。こっちにも来てますね。ってことはこっから入れても一緒ってことですね。内臓がパンパンに膨らんでますね。貝柱には色つかないですね。貝柱につけたいのになんかここも膨れてる。ここで失敗したらこっちからも入れようと思ったんですけども、こっちの血管にも醤油が来てるんで、どっちから入れても一緒っぽいですね。ここにも醤油入ってるもんね、今。ここに色がついてほしい。ちょっともっとここから入れていきましょう。内臓がめっちゃ辛くなっちゃうかもしれないな。仕方ないですね。これが心臓。破れてる。心臓が破れてます。1匹目はこれで終わり。裏見てみましょう。変わらないね。とりあえず一旦これで置いときましょう。2匹目はせっかくなんでポン酢入れましょうか。追いがつおつゆも入れます。すだち。よし、じゃあこれも剥がしていきますね。ていうかめちゃくちゃ柔らかい。生きてる時は柔らかいんかな。ほら、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。めちゃめちゃ柔らかい。じゃあ外していきましょう。この中に溜まってるこの青い汁、これはアワビの血液ですね、ここ。ということは血液が漏れ出してるっていうことなんで、あんまりいいことではありません。OK、取れました。なんかここがザラザラでめっちゃ取りにくかった。さっきと一緒ですね。ここが心臓で内臓、ここに2本のエラがあります。ちょっと周りの色よう見とこう。ここもちょっと最初から醤油みたいな色してますよね。これがどうなるか。この中に通ってるこの血管が白いですよね、今は。これ。ここには入るんですよね。では、開けていきましょう。でもさっきと同じように、この血管に入れていきましょう。なんか今回めっちゃ太いですね。そしたら、先ほどと同じように、この下のエラのこの太い血管に入れていきます。切り込みを入れて、めっちゃ太いわ。簡単に入りそう。ほら。
一応クランプしとこうか。それでは入れていきます。このクランプは漏れそうやな。それでは味付け開始。心臓の周りに入っていきますね。これ出しとこうか。映像では分かりにくいですけども、ここうっすら青いんですよ。どっかから血が押し出されてますね。今 40cc 入れました。内臓にはしっかり入ってそうですね。どっかから漏れてんな。圧かけすぎたかもしれない。おそらくこう向きに流れていると思われるこの血管に入れてみましょう。あ、泣いてる。めっちゃ泣いてるやん。そんな簡単には泣くの？ここには入りましたね、今めちゃめちゃ。ってことは前のやつもこの辺から入れれるってこと？でも十分入ってそうやもんね、醤油の方は。よし、ポン酢もこれで終わりにしよう。それではこの後さばいて食べていきましょう。それではさばいていきましょう。では分かりやすそうな醤油の方からさばいていきましょうか。こっちの方がだいぶちっちゃいですね。血管の太さもだいぶ違いましたからね。さあ入ってるでしょうか。この周りには絶対入ってると思うな。それでは外していきます。でも今回の実験でこの貝柱の周りのこの太い線は血管やっていうのが分かりましたね。でこの血管に沿って外していきます。この中には入ってそうやけどね。アワビはね、もう捨てるとこないんで全部食べれます。まあここだけ取ります。口んとこね。これだけ硬いんですよね。ポン酢の方もここまでやってしまいましょうか。こうやったらこっちに口ついてくんね。口と消化器官ですね。 OK。 じゃあ貝柱を取っていきましょう。さあどうやろう。オープン。入ってないよね。ちょっともったいないけど真っ二つで切ってみます。3分の1ぐらい食べるからこれぐらい切りましょう。さあどうでしょう。お、入ってる。染み込んでないけど入ってる。やっぱ血管あるんですね。でもちょっとしかない。ここには入ってますね。これは成功と言っていいんじゃないですか。味はついてなさそうやけど時間をかければ入んのかな。すごくない？これ血管ですよ。すごい。じゃあこっちもこのすごいそそり立った貝柱を切り落としていきます。ここは一緒ですね。でまた同じぐらい3分の1ぐらいの量で切ります。それではオープン。わからん。これ血管やったんですね。この点々点。まあ、こっちは入ってないかもしれない。とりあえず食べていきましょうか。うわー、大葉が虫にやられまくっている。まあいっか。まあいっか。完成。それではいただきます。ではまず醤油還流したちっちゃいアワビの方いただきます。うまい。醤油の風味はかすかですね。やっぱり染み込んでないんで、3つの血管に入っただけなんで、でも美味しい。
では次、ポン酢流した方、大きいアワビですね。あっちの方がだいぶ大きかったですね。いただきます。間違いなくうまい。けどやっぱりポン酢の味はうっすらとしかついてない。なんなら表面にちょっとついちゃっただけかもしれない。醤油の方の周りについてたビラビラ。これはもうめちゃめちゃ味ついてます。ご飯いる。ポン酢の方のビラビラ。真ん中に走ってんのが血管ですね。血管ごといきます。ご飯巻いちゃおう。ビラビラのご飯巻き。ちゃんとすだちの味もしっかりします。美味しいな。で、この内臓たちはね、もう前、ちっちゃいアワビで実験した時に一番簡単に入るっていうのは分かってるんで、これはもう絶対うまいやつです。ポン酢の内臓をご飯にのせて、めちゃくちゃうまい。いただきます。内臓のやつをご飯にのしたやつがめちゃくちゃ美味しい。プルプル。たまらん。貝柱に味がついてなかったら、味のついた内臓を一緒に食べればいいだけ。最高。まだいっぱいあるんで、ママチェルに食べさせようと思います。チェルは多分こういうのは食べへんやろな。今回は真ん中には味付かなかったですけど、それ以外の部分には完全に味をつけることができました。で、真ん中はあんなに大きいのに血管3つしか通ってないんで、血管管流で味付けするのはちょっと難しいかもしれません。一応、アワビの中の血管が走ってる循環器系には材料を流せたと思うので、今回は成功ということで。切るからちょっと待って。最後の実験中。難しいね。アワビセットできました。足を噛むな。美味しいけどもうちょっと薄切りでもよかったかも。硬い。美味しい。バターソテーの方が良かった？そうじゃあ。貝柱。美味しい？私の好きなゴリゴリ感じ。食レポしろと。期待はしてない。見て。ママネイル新しくなったよ。かわいい？もう一回してきて。書いたとこやのに。それでは。